こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい五島列島福江島の旅をお届けいたします。最近話題沸騰の長崎離島は美しい絶景だけじゃなくグルメ最強すぎたのですが、福江島第2弾ということで、今回は地元民のおすすめをとことんまで堪能させていただきました。グルメ好きは絶対に見逃せない、まさに大人の穴場旅行モデルコースを紹介します。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。長崎県五島列島は人口約7万人、大小152の島々が存在します。その中でも上五島と下五島と分かれ、下五島の中心である福江島は人口約 3.3 万人、五島列島最大の島となっており、五島の政治、経済、文化、観光の中心地、美しい自然景観を誇る島でもあり、グルメも五島牛、五島うどん、きびなごをはじめとした海の幸、美味しい野菜、かんころ餅、焼酎、ジン、ワインなど非常に豊富で、食通なら絶対に見逃せません。また江戸時代キリスト教を信仰していた人々は徳川幕府によって禁教とされた際、この五島を救いの地として求め、潜伏キリシタンとして集落を形成したため、数多くの教会があります。ドラマバラカモン、舞い上がれや数多くの映画の舞台やロケ地になったことで有名です。アクセスは長崎または福岡から飛行機で約40分、高速船ジェットフォイルなら長崎から約1時間30分、フェリーなら約3時間10分、博多港からは夜行フェリーも運航しています。それでは福江島地元民おすすめグルメ旅を一緒に楽しみましょう。はい、皆さんおはようございます。はい、こんにちは、森です。旅を自己投資ということでですね、今日からですね、長崎の離島をね回りたいなと思っておりまして、一度行ったね五島列島福江島、今回はちょっと地元民の方におすすめしてもらったグルメを満喫するというちょっと特別編みたいな、あと前から行きたかった壱岐島と対馬行きたいと思います。また今日の飛行機のフライト時間30分前に到着ということで、まあちょっと余裕がある感じですけど、まあギリギリっちゃギリギリです。今回はね、長崎空港から ORC っていう飛行機ですね、その飛行機初めて乗って福江まで向かいたいと思います。長崎空港からね、その ORC の乗り継ぎ時間が40分しかないんで大丈夫かなと思ってるんですけど、なんと長崎の便が遅延って書いてます。使用機材遅れのためって何分遅れるんやろう。やばいぞこれ。今ねスカイマークさんに確認したら10分ぐらい遅れてると。なので乗り継ぎ時間40分あったり30分しかないということですね。ほんとギリギリ、まさに僕も自分の意思じゃなくギリギリになるということですね。また荷物の中全部調べられてめっちゃ時間かかった。ちょっとラウンジちょっとだけでも行きたいと思います。ラウンジ神戸行きます。クレジットカードで使えます。10分の遅延ですね。はい、どうぞありがとうございます。さあ今のところね、天気も全ての日が晴れる予定でございます。ただ気温だけがね結構寒そうなんで、ちょっとねその沖縄とかの離島の感覚で行くと失敗しそうなので、ちゃんと長袖着ております。着るリュックのね LS の方を着てます。急ぎやばいぞやばいぞ。あと30分しかない。さあ急ぐね、間に合うか。ここでできるはず。初めてのね ORC 便です。窓側がちょっと非常席しか空いてなかったんで非常席にしました。はい、1番ですね。11時40分発行きます。いやー、保安検査ね一旦打ち切られたんですけど、なんかギリギリ通してもらいました。よかった、危ないところやった。いやー、ギリギリ間に合ってよかったです。また汗だくですわ。あれですね、五島福江まだなんか出発準備中、まだですか。すいません、ありがとうございます。あれか、初めて乗る。
いや、こんな表記があるって知らなかったですね。めっちゃいい旅感出るもん。ありがとうございます。あっちですか。いやー、すげえ。オリエンタルエアブリッジ、初めての利用です。失礼します。お、これこっか。いや、スーツケースはね、もちろん入りませんでしたし、リュックもね、なんかでかすぎてちょっとエコバッグ持ってたんで、そっちにね荷物ある程度移してちょっと減らしてから入りました。面白いですね。長崎空港から福江空港までは約30分で到着になります。近いですね。五島福江島また到着しました。前はねジェットホイールで来ましたけども、今回は初めて飛行機で到着しました。 Welcome to 五島。いいっすね。 GoTo みたいな感じでなんかいいっすね。五島椿空港っていうんですね。あ、そう、荷物受け取りがあるんだ。忘れた。来た。到着しました。ああ、おはようございます。はい、それではね空港到着しまして、前回ね長崎の旅でご一緒させていただいた五島ファクトリーの山本さんに今日はいろいろ案内してもらって、地元民のおすすめのところをね回っていきたいと思います。だから前回の福江島のね動画は基本的な福江島のスポットを押さえたんですけど、今回はもうちょっとディープな、絶対僕一人だったら探せなかったところを回りたいと思いますんで、楽しみにしてください。それでは行ってきます。よろしくお願いします。それでは地元民おすすめグルメ旅なんで、グルメいきなりいっちゃいましょう。はい、それではねもうそろそろ飛行機乗ったりするとお腹が空いてきましたんで、五島列島製麺所やってまいりました。小峰町って言ってね、前回僕が行ってなかった場所にある製麺所にやってまいりました。すごいおしゃれな感じですね。いいっすね。五島列島製麺所のお蕎麦は全て五島で育てた自家製蕎麦粉を使用。毎日店内の製麺機で手打ちしています。通称ご蕎麦といい、3日と飽きずにまた食べたくなるご蕎麦は市販のものとはまるで別物の食感、喉越し、香りが楽しめ、麺一本一本に五島の風土がギュッと凝縮されています。これがごそば御膳というものになりますね。めちゃくちゃ豪華です。ご飯もそばも天ぷらも、そしてデザートもありますね。今日は運転がないので真っ昼間からビールをいただいちゃいます。バラモンビールという五島列島ならではのビールになりますね。ああ、五島牛肉もついてるんで、そばと一緒に食べてもいいし、ご飯と一緒に食べてもいいと。これが玉ねぎのすり身揚げですね。はい、それではいただきます。平日やしな、月曜日の真っ昼間やし、運転までしてもらって僕だけ飲むという、ほんとすみません。いただきます。すごいフルーティーですね。レモングラスで。レモングラスが入ってる。これは飲みやすいですね。なんかビールがちょっと苦手やっていうなんか女性の人でも、チューハイまではいかないですけど、そういう感覚で飲めるビールですね。ビール飲めない人が飲めるような。ああ、そうですよね。なんかこうバラモンビールってね、なんかちょっといかつい感じなんで、そういう味かなと思ったらめちゃくちゃ女性に優しい味でした。人は見かけによらないってことですね。そんなことも教えてくれるんですね。まずはちょっとそばそのままいただきましょう。コシがすごいですね。
後味も独特な深みがあるというか、何が特徴なんですか？原そばってそば粉の種類がちょっと違うんで、へえ。普通のそば粉よりはちょっとちっちゃめなんで。ああ、そばはそばなんですけど食べたことがないような美味しいですね。これは食べてほしいな。で五島牛といただいてみましょう。うわ、五島牛うまっ。味がすごいですね。ここまで味がしっかり感じる。ハヤシライスももう五島牛がゴロゴロ入ってるみたいで、これは通わなあかんですね。あれ、僕これをここにつけたんですけど合ってます？いや合ってない。こっちですねこっちが。これ天ぷらですね。そう、完全間違えてましたね。でも美味しかったですね。めんつゆなんで。間違っても美味しいってことはほんまだったらもっとうまい。より美味しくなった。これつゆもめっちゃ美味しいですね。醤油でのどぐろから作られてる醤油なんです。のどぐろから作られてるんですか？もう美味しくないわけないじゃないですか。こちらが梅しらすご飯ですね。ご飯もいただきます。梅しらす。それは山本社長のもう本当にいろんなお店で美味しいもんこう食べ歩いてる、ね、方やと思うんで、そりゃそんな方がプロデュースしたらそれは美味しいのしかできへんわみたいな、そういうことっすね。これはきびなごの南蛮漬け。一つ一つにやっぱこだわり感じますね。きびなごもうまい。玉ねぎのすり身もめっちゃ美味しいですね。そうですね。エソとかで作られてる。いやいや、これ案件やから上手に言ってるだけやと思ってるでしょ。いや本当美味しいですから、これは食べてほしいわ。美味しかったですね。あっという間に食べてしまった。そしてレモングラスティーとレモングラスカステラ、うまそう。レモングラスのカステラ、うまい。レモングラス、そしてレモングラスの美味しい。レモングラスって言うとなんかタイとかね、その辺行った時によく使われてたイメージですけど、香りがいい。飲んだ時に全てがこだわりある商品でした。今回ね、地元の方のおすすめもありますけど、どうなってしまうんや。スタートからこのレベルか、やばいな。前回もね、五島福江島全然想像しなかったけどグルメの島でしたって僕は多分言ったと思うんですけど、それをさらに深掘りするんですからね、これはやばいっすよ。はい、こうやってね、お土産品なんかも売られてるんですね。これがすぐ売り切れるというご当人ですね。五島ワイナリー、キャンベルアールとナイアガラ。冷蔵庫の方にもいろいろあります。長崎にあったね、五島ファクトリーと同じようなものが売ってますね。うちの母親で。ああ、そうですね。よろしくお願いします。美味しそう。なんか色がすごい鮮やか。これですね。さっきのがうまそうでしたね。養殖ではなく天然です。それを天日干しにしたと。絶対ええやつやね。五島牛一頭買いでステーキ。さっき飲んだバラモンビールですね。桜アワード受賞ワイン。女性たちが選ぶとっておきのワインということで選んでますか？めちゃくちゃレアなんですね。もしかしたら今買っとけばもうこれ200万ぐらい上がるかもしれないですよ。はい、塩工房椿窯。ここからですね、大島さんって方にバトンタッチして案内していただきます。よろしくお願いします。みんな神津市海岸とかはいはい。行って、アイスクリームあるじゃないですか。そうですね、ここでソフトクリームを食べるっていうのが割と名物。これは頼みましょう。本当はどれが人気なんですか？ミックスだと結構週替わりのミロとかヨーグルト。ミロ、こんな感じですね。アイス食べようと思ったらニャンコがいるじゃないですか。五島ニャンコ逃げる。牛みたいなニャンコやな。いただきます。福江島でソフトクリーム、なんとも不思議な気分ですけど、このバニラは
なんか特別ななんかでも味ちょっと一応なんかにがり入りって書いてあります。はいはいはい。なんかちょっと普通のバニラより深みがあるというかアクセントがある感じですね。ここも観光ついでに立ち寄るのありっすね。で塩をかけたりもできるらしいんで、ね、塩ちょっとかけてみようかな。塩ねうまい。これ塩がうまいな。これ塩欲しい。塩もなんかすごい深い塩味で、塩バニラってあるもんな。だからリアル塩バニラ、何がリアルなのか分からんけどガチ塩バニラ、塩バニラっすね。いいっすねこれ。塩かけるアイデアいいな。これ本土のアイスクリーム屋さんもやった方がいいっすよこれ。塩かけるサービス。塩めっちゃうまいっすね。そうですね、結構甘みがあるというかマイルドな感じの、ここは釜で作ってるの塩、ね、釜で炊いてますね、海水を。それでは近くの海岸まで足を運んでみます。気温はなんか韓国語。そうですね。韓国の方も結構来られる。綺麗。ビーチに行きたいのに行く手を阻まれてる謎の溝にどっからも行けない。これは山から流れてきてるんか。どっから流れてきてる？上からこう流れてきて海の方までこう行ってるんですね。綺麗やな。なのでやっぱその影響とかかも。あの人らどうやって行ったんやろ。飛んだんかな。まだ若者だから濡れていったんですかね。よし、いけたいけた。おお、美しい。いいね。なんかこう普通の街だなって思う部分もあるし、でもこうやってビーチに出てくるとやっぱ離島なんだなっていう感じしますね。美しい。帰りはめっちゃ坂がきつい。鬼だけ思い出すな。マジかよ、これ登るのか。せっかくアイスクリーム食べたのにアイスクリームのカロリー消費したな。アイスを食べたらなぜかコーヒーが飲みたくなりますよね。その自然の摂理のままコーヒーを飲みに行きたいと思います。はい、それでね、カラリトというところに来ました。この五島列島福江島にはこのカラリトっていうところとリトリートレイ温故知新みたいなところがあって、その2つが、リゾートホテルというかホテルステイを楽しめるホテルみたいな感じなんですけど、その一つのこのカラリトがカフェもやってて、別に宿泊しなくてもそのカフェに入れると。でロケーションもめっちゃいいということなんで、そこ行ってみたいと思います。だから福江島でね、飲み歩きみたいなのをしてもいいですし、こうやってホテルでゆっくり海を見ながら過ごすみたいな過ごし方もできると。確かにロケーションめっちゃいい。パソコンで仕事してる人おるよ。急に都会的な感じに。めちゃくちゃロケーションいいっすね。これはいいよ。癒されるな。こんな席もあるし。ここもすごいしゃれてますね。でも一応僕のコーヒーもここで飲めるので、大島さんのコーヒーもここで飲めるということです。こんな席もあるんや。そうなんです。めっちゃいいじゃないですか。これいいっすね。この裏が露天風呂になってたりして、四角専用のあそこが露天風呂になってるみたいですね。うわここも泊まったら良さそうやな。泳がずに海は見ていたいんだっていう人も多いと思うんでね。なんか泳いでる。これなんすか、カモ？海泳ぐんですか、カモ？いやどうだろう。でもそういえばたまにあの辺いますね。はい、それではね、このロケーションでいただきます。コーヒーいただきます。最高ですね。都会的ななんかああいうカフェって大阪行ったりとか東京行ったりしてもありますけど、そっからここに出てきてこの海を眺めながらコーヒー飲むなんてできないですね。福江島ならでは。最高じゃないですか。さあそれでは次はですね、なんと五島列島福江島でワインが飲めるということでワイナリーに行ってみたいと思います。はい、五島ワイナリー第11回桜アワードグランプリジャパニーズワイン賞を受賞した五島ワイナリーに行きました。
ワインも五島レッドあるんですね。すごい。空と海に育まれた個性が香るワインということでね。これですね、桜アワード。これは飲んでみたいですね。福士加代子さん来てるじゃないですか。こんなところで作ってるみたいですね。製造工程ということでね、書いてますね。それでは早速ワインを試飲させていただきたいと思います。楽しみですね。色もなんかいい感じですね。ロゼなんですけど、僕が知ってるロゼとは色合いが若干違う。はい、それではこれですね、スパークリングワインキャンベルアーリー2023。去年僕福江島来た時これ飲んでませんでした。何やってんねんみたいな、そんな目で見られてます。だから今回飲みます。で、皆さんも必ず福江島来たら飲んでください。いただきます。これ試飲にしてはなんかガチの量やな。さすが福江島やな。大阪とかやったらもうほんま一口分ぐらいなんですけど、いただきます。これはうまいっすね。いや、めちゃくちゃバランスいいな。甘さとその辛口のキレもあるし、で香りもいいし、これは飲んでおいた方がいいな。これどこで飲めるんですか？ここ以外だと居酒屋さんにあるんですか？そうですね、居酒屋とかですね。まあホテル系とか、はい、割と大きいところでは飲める。ちなみにさっきの五島列島洗面所でも置いてる。ああ、そうなんですか。はい、まあボトルからかな。じゃあ僕は前回単に見逃してたみたいな。かもしれないですね。あと季節によってやっぱりあったりなかったり。ああ、そういうことか。結構本数限定なので、大体まあ夏に収穫してそこから仕込んでってことになって、はい、まあちょっと時期をずらして多分出したりすると思うので。夏とかだとなくなってる可能性があるみたいな。そうですね、結構6月7月は収穫前の時とかは限定のやつとかはなかったりするんじゃないですか。なるほど。いや、美味しいですね。バランスがいい。最初はもうすごいやっぱり焼酎文化の島なので美味しくないとか確かにそうですよね。言われてたんですけど、やっぱりワイナリー一つこだわりがなるほどあってっていう、まあ、昔からの希望を叶えたっていう。なるほど。ただ実際は台風とか来て、昔はやっぱり台風で全部ブドウが収穫前の台風で全滅して。なるほどな。結構過酷な状況で作り上げて、そして賞を取ったと。まさに僕の YouTube と一緒ですね。コロナできつかったっす。それを乗り越えて賞もらえるかな。僕も賞もらえるよう頑張ります。いやー、すいませんね。また試飲できるし運転もしてもらってるんで、もう一杯いただいちゃいますかね。最高やん。今日月曜日の昼間っすからね。すいません皆さん。いやいやいや、バーやったらもうこれ1杯800円とか取られるやつやん。僕無料とか言ったんですけど、これ試飲この量で500円でした。そりゃそうやわな、おかしいやな。はい、それではいただきます。ナイアガラも行きましたね。まだ動画編集できてません。すいません。ナイアガラスパークリングワインシルバーですね。銀賞いただきます。こっちの方が僕は好きですね。バランスのいい甘さもあるし、キレもあるし、なんか口の中にこうふわっとくる、なんか深みもある。こっちが金賞じゃないね。モーリーグランプリはこっちは金賞ですね。つまりどっちも飲んどけっていうことですね。うまいねこれ。五島でこんなワインが飲めるとか侮れんですね。やっぱ本当に美味しかったですね。これは絶対試してほしいですよ。はい、今はねあそこにあるんですけど、多分この動画出る頃にはちょっとこちら側に移動してるという話だったんで、お気をつけください。なんかお風呂もあるじゃないですか、あそこ。なんとかの湯って。あ、そうですね。前は日帰りで入れたんですけど、はい、今はちょっと宿泊者も。宿泊者のみなんですね。はい。それではこの辺りでホテルに一旦向かってチェックインしたいと思います。はい、今回拠点となるところはセレンディップホテルというところにですね、古いホテルだったのをこうリノベされたということで、かなりいろんなものが最先端な
ものになってますね。1階はなんかワークスペースになってて仕事もしやすそうですね。自転車も借りれたりします。確かにリノベ素材を使って最低限のものが全部揃えられてますね。ドライヤーもあってね、こうやってリセッションもあってアメニティなんかも最先端な感じしますね。これはなんだ、フィロソフィー・イン・レジスタンス、何やろ、ディップスタイルコーヒーか、ね、タオルがあって、こう館内着もあるんや。ありがたいですね。いや本当に最低限のもの全部揃えられてる。時計もティッシュもあって、スリッパもあるし、これも本当に飲み歩きの拠点とかにはもうめちゃくちゃぴったりですね。必要なものは全部あって、しかも寝るだけに特化したみたいな。仕事するにもできますけど、ハンガーも最低限でいいっすね。さあそれではね、チェックインも終わったんで次のスポットに向かいたいと思います。次はね夕食を食べに行くんですけども、その前にサンゴ工房に立ち寄って見学してみたいと思います。連れてきてもらいました。サンゴ、よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。サンゴが有名なんですね。サンゴ、五島は五島列島は明治ぐらいからサンゴが取れて、今も2度取れてます。こういうとこ面白い。サンゴとは何か。サンゴをどのように捉えるかはその視点によって全く異なります。モーリーチャンネルをどのように捉えるかはその視点によって全く異なります。一緒ですね。そんなことも教えてくれるんですね。手こぎで行ってた時の船のミニチュア版です。これで行ってた。これの大きい船で行ってたってことですね。サンゴ高くなってきてるんや。今すごいですよね。一時は金を超えるぐらいあったけど、今金が爆上がりしてるんで、全然届かないけど、今からはもう金じゃなくてサンゴを押さえといたら、もう日本円持ってる場合じゃないですよ。サンゴ持っときましょう。上の4つあるネックレスの左から2番目のやつがボケサンゴってこれしか取れない材料なんですよね。ちょっと薄いピンクっぽいの。あれを引くと一攫千金になって、外船がいっぱい来て、富江の港がほとんどサンゴ船で埋まったっていう時代がなんですけど、その頃にもう手こぎで行くんで、ここから80キロぐらい沖に飯まって、今もそこで取ってるんですけど、ここまで行くのに数日かかって、台風が来ても帰れないから、その島の瀬でこう隠れたりするけど、でも大破して何百人も死んでる。命がけで一攫千金を。それが小説になってます。サンゴっていう新田次郎さんの書いたその小説はこの町を舞台にして、その実話もそれ読むと結構興奮します。今こういう話ってないもんな。そうですよね。手は世界一の材料だ。この赤の方が今高くなってる。それが今一番高いですね。皆さんが大事に持ってるアメリカ株もどうなるか分かりませんよ。このサンゴの前が飲食店でした。ここが今日行くところですね。創作郷土料理いつきですね。なんともこれはすごすぎませんか。もうビジュアルからもうごちそうっていうのがねわかる。そんな料理あまり食べたことないですね。気合が入ってます。芸術です。お作りでございまして、五島のクエの炙りですね。で手前がイサキとマアジの作り、ナスの揚げ浸しとよもぎほうれん草のナムルですね。こちらがスナップエンドウうまみさんです。で自家製のすり身揚げと下が北あかりというじゃがいもですね。で桜の形に向きました人参ですね。でこの葉の形に向いた栗かぼちゃですね。こちらが五島のトマトの赤ワインです。でレンコンの餅とそばがきですね。そばがきの上にキャビアがのしてあります。で干し柿の中にレーズンバターを煮込んだものですね。こちらが安納芋というさつまいものお餅ですね。はい、それではちょっとメンバー決めました。バラウです。バラウさん。五島 FM でラジオ。五島 FM でラジオやってる方。皆さんで乾杯します。乾杯です。お疲れ様です。お疲れ様です。五島牛のシャトーブリアン。すごいな。シャト
トーブリアンだけでもすごいな。しかも五島牛の一頭のうちで1キロ取れるか取れないか。そうですね。ヒレ肉の中でも一番美味しい。ヒレがだいたい3キロから5キロだね。その中の真ん中の芯のとこやって。こうしたら一頭買いしてますからね。よくわかりますね。ありがとうございます。すごい。一番の味をいただきます。うまいっすね。すごいしか言えへんわ。これ日本酒なんですね。日本酒の森静蔵寺とかのヒランチュ日本酒で、なかなかこう流通がしにくくて、こっちも生の原酒ですよね。これがそう平戸の平戸です。平戸の本当は日本酒だけがないんで。あ、それは外から取ってる、平戸もいいとこっすからね。見てるだけでもいいんじゃないです。じゃあこれ飲んでみます。貴重な。うまっ。めっちゃ飲みやすいですね。飲みすぎるやつです。飲みすぎるやつですね。これは女性とかでも全然飲めるな。これはやばいですね。輪廻転生すごいですね。やばいっすね。刺身と合いますね。めっちゃうまいです。シャトーブリアン。五島牛シャトーブリアン。神と神の融合みたいな感じですね。いやもうなんか触っただけで柔らかいの。いただきます。うわ、天国に一番近い島ここやな。五島牛美味しいですね。美味しいですね。五島牛ほんとすごい。一生に一度は絶対食べないといけない。そういう肉ですね。肉の概念変わりますよ。前回ね、その望月で食べた肉もびっくりしましたけども、無限に食べれるぐらいのなんかね、味ですね。野菜も全部自分のところで作ってる野菜なんで、無農薬の自家栽培。美味しい。これはちょっと天国に連れて行かれますね。ナス美味しいですね。美味しいですよね。めっちゃトロトロで。全部美味しい。なんで前回気がつかんかったんや、このお店。悔しい。やっぱこう本当に美味しかったみたいな感じで思ってそれを伝えたとこってやっぱめっちゃやっぱお客さん来るんですよ。すごい偏僻なとこでも。今日の昼のそばもめっちゃ美味しかったんでめっちゃ来ると思いますよ。あのエリアでなんか食を探そうっていう発想がなかったですね。クエって魚。クエ高級。九州で通称アラっていうんです。ああ、そういうことですか。アラっていう名前なんですね、クエが。今日はちょっと本気を出しておいて。あれ？いつもと違うんですか？メンバーがトップなんてなかなか相当ですごいですね。豆がうまい。トマト。トマトもうまいですね。トマトじゃないみたいな。富江のトマト。うちはだけ入荷して元のショップ行ったら2日3日で全部売り切れ。ああ、そうなんですか。人気なんですね。フルーツみたい。これ全然違う。富江のトマト。なんかおばあちゃんのトマトみたいななんかね聞こえます。それでは高級魚クエの水炊きをいただきます。うまそう。もらうこの間サザエこれがクエか。4バケツ。いや、うまっ。なんかふわふわ。皮際がやばい。五島牛でもえぐいなって思ったけど超えてきてますね。ほんと福江島グルメすごすぎる。五島のだけ網で取るんで、全然傷つかないんです。で生きたままで全部6。なるほど。だからより新鮮みたいな。より新鮮。なるほどな。これはすごいわ。急遽予定を変更するかもしれません。朝ラーして上五島行くかも。逆に今の福江島が結構賑やかになりすぎてるので、まあもうちょっと落ち着いた感じがいいって人は上五島にっていう人もいるかなと思いますね。下本の方はどっちかで攻撃的です。攻撃なんですか。いやでも分かるかも。上五島の人は穏やかな感じありますけどね。全体的に。あんまり人と会わないからめっちゃ喋ってくるんですよ。1聞いたら150ぐらい答えてくれて親切なんでしょうけど盛りすぎや。すっごい喋られる。それはあります。
まあいいとこでもありますよね。みんな優しいです。島っぽい感じですね。最後の一個大事に冷凍庫に入れて。あ、切り干し大根うまっ。もう1人前ぐらいいきます。ハヤシライス。これは製麺所でもあるやつですね。五島牛ゴロゴロです。いただきます。これはやばいですね。これは取り合いになるわ。うますぎますね。もうハヤシライスの域を超えてますね。なんかね、違うネーミングが必要なぐらいの。安納芋のグランプリを取ってる。安納芋ってなんかこっちのイメージじゃないですよね。ないですよね。なんか鹿児島のイメージ。あ、そうですね。鹿児島のイメージですよ。鹿児島と五島は似てるんですよ。あ、そうなんですか。食べるもの、きびなごとも鹿児島食べるし。鹿児島のグルメで、味付けが甘い。鹿児島のグルメ旅も最高でしたもんね。でもその鹿児島といえば安納芋みたいなところあると思うんですけど、ここの安納芋超えちゃいました。やっちゃいましたね。いただきます。奥深いですね。めちゃくちゃ甘いですね。ギュッと詰まってる感じですね。お、にゃんこいるじゃないですか。福江島にゃんこ。にゃんこなんか攻撃してくる。あ、そうなんですか。大きくなってるんですか。おいでおいで。おい。ドサニーってとこに来ました。にゃんこまたいるじゃないですか。見て。なかなか警戒心強いな。おじん見ました。ごちそうさまです。あ、いい匂い。うまいっすね。はい、次のお店向かいます。それでは3軒目に向かいたいと思います。次は焼き鳥です。福江の方までやってまいりました。城が見えてますね。これですか、武蔵。働き方改革でタクシーも11時ぐらいまでしかいないみたいなこと言ってますね。最初1時20分。再開タクシーだけがやってると。焼き鳥武蔵3軒目は焼き鳥です。これぞディープな島の夜。モーリーです。てっちゃんさんです。人数が増えてきました。なりわいは YouTube と会社もやってます。はい。チャンネル登録者も7万人ぐらい。そうですね。今7万、昨日7万円の超えました。たまたま長崎の立ち飲み屋で踊ってる。そうです。本当に？あ、本当にそうです。すごい。で YouTube やってますって言って話をして、じゃあ今度撮りに来てみたいな。ぜひ。モーリーで検索。モーリーチャンネルとかですね。あ、そうです。こことか穴場じゃないですか。おお、なるほど。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これがいつの間にか来てました。でも居酒屋が一番高いやっけね。なんとこれが突き出し。一つ一つ丁寧に作られてて、突き出しとは思えないボリュームですね。ありがとうございます。新娘や嫁がお連れ来たっちゃみじょかちゅわんとにその笑うちゃんだけみじょかちゅう。笑うちゃんっていうと？はい、笑うです。どういう字ば書くと？笑う一文字なんですけど。神戸から神戸から来ました。はい、YouTuber。YouTuber です。もうね、今 YouTuber って。きたー、これはすごいな。3軒目ですからね。軒目でこれです。これが福江島の過ごし方ですね。うまそう。レバーいただきます。うまっ。美味しい。意外と美味しい。いや意外とレバー美味しい。これはレバー苦手な人もいけるかもな。うまっ。藤子が好きなんちゃう。五島の豚バラ。
ね、五島牛だけだと思ってませんか？豚もすごいんですよ。秘密ですよ。家知らない2人で乗ってる動画地元の人がうまいっていうだけあるわ。ブラが落ちないやつ。ありがとうございます。来ました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。また明日。お気を確かに。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。今7時半ですね。眠いですけど朝食行きたいと思います。すごい豪華な朝食ですね。野菜満点とピザトーストみたいな。いただきます。眠い。昨日めっちゃ飲んだんで軽く二日酔いみたいな感じですけど、でも美味しかったな。やっぱ地元民の末半端ないっていうのと、福江島のグルメほんと半端ないですね。だってこの朝食めっちゃうまそうじゃないですか。キノコとか野菜がやばい。さあそれでは今日はね工場見学からスタートしたいと思います。はい、五島長崎五島レトルト研究所というところにやってまいりました。なんとですね、五島ワークさんレトルトのカレーもめちゃくちゃ有名になってるということで見に行きたいと思います。はい、こうやって工場見学がなんと五島でできるんですね。でも今臨時休業のお休みと、臨時休業じゃない、15分の休憩らしいです。これ全国買えるんですか、このカレーは？今ちょっとこれが変わってしまってるんですけど、仕様の方がでも全国、それこそ成城石井さんとか。成城石井。へえ。何がその世の中に売られてるカレーとこのカレー違うんですか？もう多分世の中で流通してるカレーってソテーオニオンっていう既製はい、うちの工場で作るのは全部国産の玉ねぎを一から手抜きで剥いてカットしてソテーオニオンに作るんで。なるほど。いわゆるレトルト臭があんまりしない。なるほど。そう、ソテーオニオンも全部この五島で作ってるんですか？そうですね。メインの調理は一から素材で出し取りますっていうのがまた多分一つ特徴かなと思います。なのでタイとかだったらタイヤラをそのままネットに入れて煮込むとか、そういうことをやってるのは多分あんまり他のレトルト業者さんにいないかなと思いますね。今まさにカレーをこれグツグツ40分ぐらいですね煮込んでます。この工場いつできたんでしたっけ？2年前です。あ、もうそんな経ちますか？最近ですね。でもまだ多分レトルト工場の中では新しいものなんか誰が見ても綺麗だね。そうですよね。でもカレーとかちっちゃうんで、毎日のお掃除が結構大変です。鯛出しのカレーなんですね。でその鮮度をね十分に維持するために五島でやってるということですね。新鮮な天然の話題のわらを素晴らしい設備ですね。設備のことを詳しく知ってるわけではありませんが、素人目で見てもちゃんとしてる感があります。でこのね工場とかは僕たちが絶対に利用したことがある某有名寿司チェーン店創業者がね関わってやってるということで間違いないですね。これは原材料の入荷ですね。これはタイですね。長崎はタイの漁獲量がね1位ですから、そしてこれを検品したりとかね、しっかりされてますね。お肉の部屋もあると、野菜の部屋と魚介類全部分けてると、部屋を分かれることでアレルギー成分の混入などを防ぐと、そうです本当考えてるんですね。この辺は本当にその経験が生きてるんでしょうね。某寿司チェーン店とかのね、そう玉ねぎのソテーももうここでやってるって言ってたんでね、すごいですね。どっかから仕入れたオニオンソテー使うんじゃなくてここでソテーを作ると、素晴らしい。やっぱレトルト感がかなり薄いみたいですね。こうやってパック詰め、すごいどんどんできてますね。でこの時点ではなんと賞味期限って2日ぐらいらしいんですよね。でそれを奥にある窯で処理することによって2年持つと。さあそれではもう一つ見ておきたい工場がありますので行きたいと思います。浜口水産本社工場になります。はい、次も工場見学ということで、浜口水産
っていうところにやってまいりました。でここはなんかすり身揚げとかその辺りで有名だそうです。こんな風にお土産というか販売スペースもあるんですね。すごい綺麗にパッケージングされてるな。デザインちゃんと分かってやってる会社さんが五島多いですね。かんころ餅。工場見学で見に来たんですけど、ちょっと来るのが遅かったりしてほとんどの工程が今終わってる。その代わり揚げたてがこれで無でんぷん製法というね作り方で作ってるみたいですね。そういう粉物だけ入れず素材の味をそのまま生かすみたいなね。すり身揚げ、商品名バラモン揚げ。バラモン揚げの黒。これその食べていいですか？はい、美味しそう。アップアップでうまい。味がすごい濃厚ですね。結構ジューシー。ジューシーです。本当なんか魚そのものみたいな。工場見学ってちょうど揚げてれば、試食とか観光ついでにね、工場見学もいいっすね。朝の8時半から9時半ぐらいがおすすめとのことです。あえていただいて僕は10時に来たんで遅かったです。やっちゃいました。ビールがいるわ。ネットショップもあるんでね、概要欄からお願いしますよ。はい、工場見学2つを終えてね、ランチに行こうと思ったんですが、まだちょっと時間ありそうなんで、前に行ってリベンジしたかったところに行きたいと思います。はい、前回閉まってた温泉ですね。今度空いてるんかなと思ったら午後1時からやんけ。今10時48分。でも今日はなんかやってそうですね。なんかちょっと掃除してるような音がしてる。この食堂33っていうところもいいらしいんですね。しかしなんと今日火曜日は定休日です。マジか。こんな今で定休日発生するんや。皆さんもぜひ行ってみてください。 Google 評価もね 4.6 なんでね、めっちゃ評価高い。行きたかったな。悔しい。やっぱこの漁港の近くなんで漬け丼とかのどぐろ定食とかめっちゃうまいみたいですね。インドカフェに行きたいと思います。僕が前回行った時にはまだオープンしてなかったもうチルコロというねコーヒーショップ、ここ行きたいと思います。サンペレグリノのレモンです。そういただきます。イタリアにいる気分でやったけど、ここは福江島です。幅広いな。このジャンルはないみたいなあるんですか？そのグルメで結構揃ってますよね。いや、そうですね。大体のものは揃ってるんじゃないかな。調べた限りはお好み焼きとかもあったし中華もあるんですよね、イタリアンもあるし。そうですね。暮らしててこのジャンルがあんまないみたいな。なんか結構島の人はその中華がなくて中華が食べたいって言ってる島の人もいたし、だからないものといったら逆にファストフードがないので、ハンバーガーみたいな、ハンバーガー屋さんもいくつかあるので、ちゃんとしたハンバーガーがあるけどジャンクがないです。なるほど。マクドナルドとか、チェーン店ないですよね、ホームセンターみたいなのもあるんですか？そうですね。一応いくつかありますね、ホームセンター、じゃあ本当困んないですね。そうですね。もう本当に外に出ずにここでだけで一生を得ることもできるんですよ、最近大きい電気屋さんや業務スーパーも福江島できたので。あ、そうなんですか、業務スーパーも出てきてるんですか？そうなんです。それでだいぶ食材買いやすくなりましたね。神戸物産。いや本当それ全然問題ないな。台風ぐらいか。台風はどれぐらい来るんですか？来ない時は全然ちょっと中くらいのが 1,2 回
って感じなんですけど、でも来るときは本当にやばいのが年1回とか来たりする。そうなんですやっぱりもうかなりインフラ止まっちゃうし、物も入んなくなるし、まあ屋根吹き飛ばされたり、やっぱりかなり致命的な打撃は多い時あります。ただ地震がないので。地震そう聞かないですね。そうですね。震度3が過去100年で3回とか、震度4とかは多分歴史上まだ観測史上はないんじゃない。そうなんですか。それは結構熱い情報ですね。そうですね。だから地震が怖いみたいな関東の人はまあ五島とか来ると全然地震がないので、かなりまあ安心はしますね。確かに。長崎の方は多分地盤がそういうちょっと中国の方に近いというか、まあそんなにないみたいですね。そういうことか。だからあんな家の建て方したりしてる。そうですね。ただまあやっぱり火山鬼岳の噴火とかでできてる島だとは思うので。まあないことはない。そうですね。鬼岳もまだ死火山ではないみたいなので。さあそれでは美味しい中華料理が食べれるというところにランチに向かいたいと思います。 Google 評価も 4.6 ですね。はい、今度はお昼ご飯のスポットということで唐辛子というところにやってきました。ここは小学校を廃校になった小学校を改装して作ったところで、観光客にも地元の方にも愛される中華料理なんですね。中華料理が島で食べれる、すごい。かなりメニューも豊富にありますね。これだけあったら島にいても大満足ですね。青島ビールまである。さあまた平日の昼間からビールを飲みたいと思います。しかもチンタオビール久しぶりですね。いただきます。思い出すな、香港。酢豚ですね。酢豚いただきます。めちゃくちゃ柔らかくてジューシー。麻婆豆腐、本格的やな。麻婆豆腐。美味しい。めちゃくちゃ本格的。辛さもちょうどいいですね。濃厚でちゃんと肉肉しさもあり、豆腐も美味しいし。ご飯めちゃくちゃ進むやつです。ガーリック黒茶、エビワンタン、カチンシのソーダ割りです。めっちゃ雨降ってきた。あんな晴れてたのに。美味しいですね。これが島の天気ですね。全く予測できんです。あんかけチャーハン、これはやばいな。じゃあいただきます。のどぐろもうまいし、青さもうまいし、チャーハンもうまいし、美味しくないわけないね。すごい一品ですね。グルメ半端ないな、やっぱ。魚も肉もあるんで食べ物美味しいですかね。本当に美味しい。あとあれじゃないですか、やっぱ寒いのと暑い日もあるじゃないですか。それもやっぱ沖縄の離島とかとはちょっと違うですね。ちゃんと雪も降りますけど。野菜がやっぱ普通に育つし、米も作ったりするし、その辺が沖縄とかとはまたちょっと違いますよね。そうですよね。それでいて魚もちゃんと取れるし。ライフファクトリーで売ってるので、オリジナルの。そうなんですか。瓶詰めのが。ゴトファクトリーでも買えるラー油、これで味変してみます。うまい。もともとここでしか売ってなかったんですけど、社長が直接交渉してお店で送るようになった。もともとはここのやつなんですね。なるほどなるほど。うまい。マンゴープリンと金木犀のゼリーと桜あんのごま団子。ありがとうございます。いただきます。熱いですよ。でもうまい。マンゴープリン。本格的やな。さあそれでは少し遠方になるんですけども、車を約40分走らせてですね、ハンドマリ地区っていうところに行ってみたいと思います。こちらも地元民の方のおすすめの場所になります。は
半泊というね地区に来ました。ここはねなんか昔はもうなかなか来る人も少なかった、本当に秘境みたいなところで、海も綺麗なところだったんですけど、最近はその宿泊施設だったりとかジンのね蒸留所だったりとか教会だったりとか塩を作ってる方とかね、こう連鎖的にあるということで、ここはここでおすすめスポットになっているということです。ここもさすがに前回見逃しましたね。半泊教会がありますね。この半泊教会、今回入れますね。おお、教会よ。福江島にはねさまざまな教会がありますが、一つ一つ入ってみるだけでもこう厳格な雰囲気になりますね。見応えあります。これが昨日飲んだごとジンを作ってる後藤椿蒸留所ですね。めっちゃおしゃれやな。うわおしゃれやな。何あれ。じゃあありますね。すごい。これなんか県知事賞とかもらってます。教会もう102年経ってますね。すごいですね。すごいですね。でちょうど僕たち教会の100周年の時にここに来たんですよ。そもそもここに来たのもやっぱり教会は一つの大きなきっかけで、風景が素晴らしいとか自然が残ってて水がいいとかいろいろ条件はあるんですけど、潜伏キリシタンの歴史とかそれが積み重なった文化で、それを受け継いだ人たちの優しさとかその慈愛の精神、そういうのも素晴らしいなと思って、なるほど。そういう目に見えないものも含めて、それをジンで表現したいと思ってなるほど移住してきたんです。ここ以上に素晴らしいところはない。もともとお酒ってストーリーが大事だなと思っていて、どこで作ったら一番素晴らしいストーリーができるかっていうで、もう一回ここに来たらもうここ以上に素晴らしいストーリー物語を作る。なるほど。ストーリーね。すごいいろんなものがポテンシャルがあって、それを全部こうお酒としてジンとして表現します。でこの蒸留所を立ち上げたんですけど、教会の隣に建てさせていただいたんで、修道院のイメージで蒸留所を作ってもらった。なるほど。だから上にステンドグラスみたいな。ステンドグラスは隣の半泊教会のステンドグラス、あれを作った方にお願いしてオリジナルで作って五島の風景を表してます。海と山と空と。ジンっていうお酒はボタニカルと言われる香味植物、香りや味がついた植物を蒸留して、でベースのお酒にその香りと味をこうつけていくっていう作り方をするんですね。ジュニパーベリーを使わないとジンって名乗りません。ただジンを使えば他は何を使ってもいいですよっていう自由度が高いお酒なので、クラフトジンってみんなその土地の個性を出そうとして、その土地ならではのものをいろいろ使うんですね。五島といえば椿ということで、椿をキーボタニカルという一番特徴的な材料として使ってます。全部で17種類のボタニカルを蒸留してるんですけれども、そんなに他の蒸留所と違うのはそれを一個一個個別に蒸留してるんですね。なんでそんなことするかっていうと、やっぱりボタニカルの一番いいところを引き出そうとするとみんな条件が違うんですよ。もうそれぞれの本当にベストなお酒を作って、あるいはドイツのアーノルド・フォルスタインっていうメーカーのものでジン専用の蒸留機なんですね。蒸留機械のポルシェと言われていて、職人さんがハンドメイドで作ってくれる蒸留機なんですね。世界に一つしかない蒸留機ですね。これ自体のビジュアルもすごいですよね。そうですね。そうなんですよ。機能もすごいんですけど、やっぱり美しいですよね。かなりクリアですよね、味が。なんかそうですね。外国とかで飲むジンとかとそうですね。やっぱりそれは一個一個のいいところだけを取って香りもマックスにしてるからなんですよ。毎回蒸留するたびに出来上がる原酒はやっぱり微妙に違うんですよ。このボトルは椿の花でアロマを包むっていう、そういうデザインで作ったボトルです。で少し緑がかったこの色は半泊の海の色なんですけど、日が差した日の海はちょっと緑がかったこういう色になるんですね。あんなに雨が降ってたのにまたとんでもない快晴ですね。そして青い、これはすごいですね。
やっぱ全然変わるな。晴れると色が全然違う。これは美しい。めちゃくちゃ綺麗になってますね。透明度半端ないやん。このねハンドマリ海岸の美しい海はですね、険しい山道を通ってしか見れないということで、その感動はね本当に大きなものになりますよね。見てください、この青色。どうしてもグルメばかりをね今回は注目してしまってるので、こういう美しい絶景はね無視しがちなんですけども、やっぱり離島ということでこんな美しい景色を眺めることができます。最高ですね。そしてこの海岸は玉砂利がね敷き詰められているので、波の音とともに素晴らしい音色を出してくれます。一生眺めてられます。はい、僕が泊まってるねセレンディップホテルと同じ運営元やってる巡り巡らすっていう宿泊施設、ちょっと見させてもらいます。パンフレットで見ましたね、この景色。ここ結構入り口から広い。いいっすね。なんか屋根もちょっと教会チックな見た目になってて、いいっすね。これも世界的に有名な建築デザインの方が手掛けているということで、おしゃれですね。光の入り方とかもねおしゃれ、いいっすね。色が部屋によって違いますね。でこれはもう一棟貸しみたいになるみたいです。合宿とかに使う感じか。色が違う、それぞれ。ここはもうちょっとまた色が違うですね。面白いですね。こういうスペースもあるんですね。ピアノもある。はい、ここがキッチン。椅子もオリジナルと。お塩直売いたしますと。砂糖の塩。砂糖なのに塩みたいなね、トンチみたいな感じですけど、塩です。佐藤さんの塩ですね。でもソルティーシュガーって書いてるどういうこと本当にそういう感じなの。一応宿もあって、ここにいいっていう五右衛門風呂がある宿があって、でこっちは一応カフェなんですけど、ちょっとやってくれない。カフェもあるよ。めっちゃおしゃれ。電気はついてるけど。14時オープン。あと10分。早すぎた。10分前行動でミスりました。ここも良さそうですね。大丈夫ですか。ソルティーシュガーって書いてましたけど、どういう意味ですか。砂糖なのに塩なんですか。お塩の名前が砂糖の塩で、ここのスペースっていうのかな、直売所がソルティーシュガー。ただもじってるだけで。そういうことですか。いやどういうことみたいな。砂糖なのに塩の味がするんかなみたいな。混乱を招くという。はい、ここでチャイを頼みました。ちょっと時間が押してるんでね、持ち帰りにしましょう。時間の流れがここだけおかしい。あんまりチャイいただきます。熱い。いやまだ飲んでないです。熱そうで怖いな。熱くなかったですか。熱いけどでもちょうどいい感じの。ちょっと待った。蓋開けます。そうですね。猫舌です。いやそこまででもないですけどね。そろそろいけそうなんでいただきます。うまい。チャイ屋さんですかとか言われて。それぐらいのクオリティですね。チャイ屋さんみたいに。塩作ってるのなんか塩コーヒーとかねやったなんか結構島で飲んだことありますよ。なんかやっぱ塩をちょっと入れたらすごいまろやかになってみたいな。何でもうち鉄筋にお塩を。はい。甘みが
いい甘みに変わるんです。うん。いや、塩は大事ですよね。いい塩はね、ちゃんと取った方がいいって言うじゃないですか。クッキーに塩が乗ってる。うん、クッキーもすごいなんか変わった感じですね。ちょっと食感もちょっとなんですか、クッキーっぽくない、固めですよね。うん、テイクアウトの予定だったのに普通にまったりしちゃってますね。いやいやいや、もうでももうはい、時間をしてるんで秒単位で動いてるんですね。行かないといけない。それではハンドマリの方から鬼岳の方にまた向かいたいと思います。はい、福江島といえばね、鬼岳有名で前も行きましたけども、今日もやってまいりました。で、ちょうどね、なんか山焼きをしたばっかりでね、ちょうどもう丸焦げになってるんですよ。これはこれで、ね、前回とは違う見どころだと思うんでね、行きたいと思います。いやー、素晴らしいですね。天気もいいし最高ですね。前回はね、若干天気悪かったんで最高ですね。はあ、ちょっと登るだけでやっぱしんどいですね。前に登ったね、ちょっと上の方には今日は行かないですけど、空撮をしたいなと思っております。いやー、いいっすね。素晴らしい絶景だ。わあ、素晴らしい。前はあの上まで行きましたけど、今日は無理です。風強いな。これドローン無理かな。マジですか。あの人走ってるの上がってるけど。はい、それではね、今日の食事は七色というねところに行きたいと思います。七色といえばね、僕はもうバンプオブチキンの曲しか思い浮かばないんですけども、僕が泊まってるホテルから徒歩で10分で行けるんで行きたいと思います。10分で6時集合で、今あと9分しかない。走るしかない。またギリギリや。いやー、それにしてもね、普通に歩いてると全然島感ないですね。もうお城もあるし、車もこんだけ通ってるし、ローソンあるし、昨日行った武蔵ですね。はい、焼き鳥美味しかったですね。いや、ほんと普通だわ。車のディーラーまであるし、税務署とかまでありましたからね、すごいっす。これは学校ですね。福江小学校、立派です。 au ショップまでありますね。お世話になっております。僕も au に案件まだですか。競歩みたいなね、足取りで短縮しました。1分前に到着する。この辺りは前回の動画でね、お店を探して歩き回ったところですね。ほとんどの店が閉まってて到着しました。温泉七色。おお、こんなの書いてくれてるんですね。嬉しいですね。はい、ここもご当人とバラモンビールもありますね。今日もありがとうございます。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 今やもう YouTube で学んで起業できる時代ですね。ある意味すごい分かってますね。この勉強されてるんです YouTube で。それやった方がいい。料理だけじゃなくて、そのマーケティングも勉強したのかもしれないです。スタバくのも YouTube で学んだみたいな。後藤といえばここみたいな店みたいに見えますよね。なんかサザエ、カンパチ、マサバ、キビナゴ、サワラ、ヒラスズキ、赤カマス、イシダイ、ヒラメです。はい、ありがとうございます。料理どこで修行したい？僕修行してね。ね、YouTube で。言っていいですか？ YouTube で学んだ。そうですね、YouTube で全て学ばれたんですね。ここまでできる。あなたもできる。さばき方まで全部 YouTube で。どこまで YouTube で学んだの？その仕入れ方とか、お店の開き方とか。
いやでもコンサルでいけれそうですけど、YouTube で居酒屋が開けるっていう。すごい。でもそういう時代ですよね。そうですね。やる気さえあれば何でもできるっていうことですね。まさに旅は自己尽くしですね。君だっていつまでかな。いつまで？もうだんだん終わりよね。6月8月が休業です。そうですね。まだギリギリに。でももう今頃過ぎた人痩せてくるんだよね。そういうのも YouTube で学んでるんですかね。なんて表現したのよ。初めて食べる感じ。いや ありますけど、そんなめったに食べないじゃないですか。こっちの人は食べるんじゃないですか、結構普通に。なんか結構軽い感じなのに味がしっかりある感じですね。昔もう毎日食べてない。へえ。出汁が出るの、黄身の新物とか汁とか。そう黄身長の取り方が何でしたっけ？刺し網漁って言って、なんかその網の中にこう黄身長が入ってきてそのまま揚げるみたいな感じなんですよ。突き刺さった状態。そう突き刺さった状態ね。だから小さいやつだとすり抜けるし、大きかったら入らないしみたいな。すごくないですか？そんなんで抜けれなくなるんですね。なんか別に閉まるとかじゃないですよね。面白いですね。上で飲むこともそんなないし。紅はるかソーダ割りでいただきます。あんころ餅の天ぷら、前生で食べてしまったやつ。硬かったんじゃないですか？こんなもんなんやと思ってジェットホイルで食べて、めっちゃ視聴者さんに焼いて食べてくださいとか突っ込まれました。珍しいです。生で食べるの確かに分かんない人そうかもですね。美味しい、飲みやすい。後味がなんかいいですね。あんころ餅リベンジですね。全然違う。あの時のは何やったんや。焼いたりこうやっぱ天ぷらにした方がうまいですね。そのままでも食べれましたけどね。美味しかったけど。珍しいですよね。最近の食べ方ですね。普通は焼くだけで。うまこの人はね、焼いたり。それをなんかすごい視聴者さんに言われました。昔はストーブの上で焼いてる。何やってんねんってね言われました。保存食や生でやる。なるほど。バイがいただきます。歯応えも素晴らしいし、味も濃厚や。なんか酒は進む。これがきびだご。これが網に引っかかってくるね。これは鮮度が大事なんでした。この日じゃないと食べれないから、この五島でしか食べれないということですね。東京の高級店でも食べれない。これが五島の人の家庭料理。家庭で食べる味。食べ方あるんですか？食べ方あります。身ぐるみ剥がさないって。まあそういうことですよね。歯で軽く噛んで。歯で噛んで、口の中で三杯おろしする感じで。そういうこと。でそのまま食べちゃったらダメなんですか？まあそのまま食べてもいいけど。お願いします。ちょっとやってまいりましょう。こうやって剥ぐんですね。なるほど。骨が食べれないですか？食べる人もいるし食べない人。骨食べるんやったらそのままでいっちゃっていいってことですか？全然骨食えますね。僕も骨で。じゃあそのままいってもいいですかね？はい、全然大丈夫。ちょっと試してみよう。最悪食べちゃったらいいんですよね。いきます。美味しい。うわ、もうでも本でも食べれそうや。僕はちょっと食えますね。全然食べれません。うまっ。これは貴重な味やな。贅沢な一品ですね。僕らにとっては。ここでしか食べれないですからね。美味しい。
いやこれはちょっと死ぬまでに食べてほしい。ここに来ないと食べれないですから、ここに来てください。居酒屋あれば出せる。いや予約するときに聞かないといけない感じですね。今日取ってないと食べれないんで。あれとかもう日本中どこでも食べれる。ああなるほどなるほど。これはもうここでしか食べれない。筋力感ありますね。運が良かったですね今日は。いや本当運が良かったですね。明日やったらもしかしたら食べれてないかもしれない。明日は無理です。明日は無理。手だから。ああ試験やから明日だったら食べれませんでした。普段ね定休日とか臨時休業を引き当てる代わりにこういったところでは食べたことがないような。いやそう本当そうですよ。いやだからこんだけいろいろ旅してるとなんか割と食べてるじゃないですか。いろんなものあの方向性の感じやなとか、こういうここでしか食べれないって嬉しいですよね。やっぱ旅しないと食べれないから。最近だとなんか結構お金さえ払えばある程度取り寄せられるじゃないですか。取り寄せたりとかなんかそういう冷凍技術とかでこれは無理っすもんね。できないです。なんか一回試したことがあってきびなごをどれぐらい持たせられるか東京のお店にお願いして、ここできびなごを食べたいから、酢漬けにしてどれぐらいで鮮度で食べれるかってことがあるんですけど、3日経ったらもう本当にお金は取れないってお店の人から言われて。ああそんなレベルでもですか。そもそもここから送る時点で2日3日かかると思うんで、もうだって酢漬けにしても結局味変わるんで変わりますしょ。だからこの状態ではもう食べれないですね。これはグルメな人やったら食べたい一品ですね。アサリバターうまそう。これも YouTube で作り方を学んだんですか。あ、そうですそうです。大佐。YouTube 先生。すごいっすね。誰やこんな作り方 YouTube 流してるの。平鈴平須でもなく鈴木でもない平鈴木です。いろんな魚がいますね。いただきます。平鈴木。ふわふわ甘い。これは美味しいですよ。いやそのままでもめっちゃ美味しいですよ。塩が効いてて。さあ次の店に行きますよ。ここも有名なんですか。この有名。視聴者さんがここ行きますとかで言ってました。パスタで結構有名な。めっちゃ面白い。あここも美味しいんですか。ホルモンとか多いな。スナックエンドレスとはにどっちもエンドレスよね。確かにエターナルかとはにな。天重ここもおすすめらしいです。なんと本日の営業は終了。マジかよ。お好み焼き楽しみにしてたのに。なんてこったこんなことある。まだ8時半やで。僕コンネホテルに前泊まったからなんかこの辺見たことあるなと思った。僕前ここ来たの。昼ね。なんかそこでなんか仕事した。チキンラーメンと鶏塩を1個ずつやるのもギリギリ入る。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ気持ちいい。ちょっとリッチなチキンラーメン。これチキンラーメンなんや。麺がでも違う。鶏塩マシマシ、ネギチャーシューマシマシ。はい。ちょっとリッチなチキンラーメンいただきます。確かにチキンラーメンや。ちょっとリッチなチキンラーメン。
そして鶏血を一緒にいただきます。うん。どうでした？うん。うまいですね。あっさりしてて、締めにぴったりなんですけど、締めじゃないですよ。これね。でもなんか本当雰囲気にぴったりの看板ですよね。どこの看板屋さんが作ったの？机の。旅の部屋。僕はちょっと今日小さいです。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。キイちゃんどこでやってるんですか。それ和子ママのところでやってるんですか。あ、そうなんだ。そうなんだ。確かに切った方がいいです。まあ小さい方がいいっすよ。音声は分解できないですからね。できないです。いや、ちょっと静かになっちゃった。はい、すいません。まあ YouTube 的には安心です。YouTube 人増えてきましたね。どういった YouTube なんですか？旅行です。旅行なんですか？はい。全国各地旅行に。そうそうです。皆さんは昔から仲いいですか？お知り合い？嬉しい。いやいや、2回目、3回目、1回目の旅行。いや、1回目の時は知らなかったんですよ。僕長崎の駅前飲み歩きみたいな動画撮った時に立ち飲み屋でたまたま横にいて。そうでまた撮りに来てほしいみたいな流れになって、でも1回撮ってるから2回目はそしたらグルメご飯がめっちゃ美味しかったから、次はそしたら地元の方のおすすめを回るみたいな動画にしようって言って、で今回おすすめを回ってるんで。これおすすめとかあります？どこが YouTube 見ろって話。いや、そう何が好きかによるんじゃないですか。釣りが好き。釣りが好きなんです。釣りはちょっとわからんすよ。で釣りとかだとでもやっぱ南大東島とか北大東島とか釣りでは有名じゃないですか。いや、やっぱ後藤が釣りダメか。あ、そうか、後藤もそうですね。めっちゃ釣りしてます。いやいや、男女群島にかまる。あそこはもうでも命がけって言うじゃないですか。いやいや、そうでもないですよ。あの辺にうちのタクシーがコロコロしとるけん。コロコロ。今日奥かな、ちょっと。好きなのも乗ってる。今日人多いですよね。なんかああ、そうか。明日連休？祝日ですよ。祝日前だからあれか。ほんまや。そういう意味では金曜日みたいなもんですよね。まあそうですね。消えますね。4軒目は伝説級に素晴らしかった焼肉屋に行きます。来たー。4軒目、今日の締め、後藤の締めはホルモン焼肉丸山で飲むカツ丼。そうですね、飲むカツ丼が後藤の締めということで、ほんまかな、嘘っぽいけどな。いいっすね、このメニューが。飲むカツ丼。飲むカツ丼。1個でお願いします。1個、カツ丼1個。カツ丼1つ。はい。お肉どうします？お肉。肉上ロースは3人前。はい。ホルモン。ホルモンが2。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。女性に入れていただき感謝です。ついてると思います。はい。とりあえず4軒目。よし。たったの4軒目。うわ、美味しい。やばい。ビールは何回飲んでもうまいですね。どういうことや。噛まないカツ丼ってね、ちょっと聞いてるんですけど、ほんまなんかなみたいな。半信半疑です。本当にただの嘘かもしれないです。その真相を確かめます。その眼鏡かけさせてもらっていいですか？あ、もちろんです。ちょっと眼鏡かかります。キャラが。あ、どうも。どうしたの？あ、似合う。あ、全然違和感ない。いけます。そろそろ変えようかな、眼鏡。ありがとう。どうしたらもう出会ったって。今度のね、閉めるのが早いとよ。へえ。ここ
う食べとランプやもん。何時から5時から。ああ、早く来て。早く来て。待ってる。どこの焼肉屋よりも美味しいと。しかもリーズナブル。そういうところがまさに地元民のね。これはすごい。4軒目です。もう一回言います。4軒目に食べる量です。今日食べ過ぎて、むしろ僕が明日五島牛として売られるかもしれません。これはやばい。ナイス1個来た。4軒目です。有罪ギルティー。来た上ロース。五島牛の上ロース。ここはもう来た。いただきます。うまっ。飲めはせんけどうまい。飲めませんか。飲めはせんですね。もう飲めるぐらいうまいですね。つるっといっちゃうな。うまっ。めちゃくちゃうまいね。歯応えありますね。そうですね、歯応えは。まあでもそれを無視してつるっといっちゃったら飲めるけど、逆にでもそれ味感じないですね。うまい。じゃあご飯のせて食べます。ご飯。飲めるロースいただきます。あえて噛みましたけど飲めますね。これめちゃくちゃうまいですね。4軒目でいくのもったいないですね。1軒目でこれ1軒目でいいしっかり味わいたい。1軒目でめちゃくちゃ腹すかした状態で食べたい。ほんまこれ逆に取れ高多すぎやなぐらいですよ。ずっと食べてるだけの動画。いやそうだいぶいろんな店行ってます。明日も長崎も行ったらとんでもないです。2時間ぐらいになると思うんですよ。食の暴力が。運んでもらわなあかんね。胃薬。そう別腹や。まあでもこれは別腹感はあるんですね。確かに。これ油がねやっぱこう大人にとってはちょっと致死量の僕らの大人の方が別腹食べてますからカルビがに追加されます。伝えられますよ。ハラスメント。ハラスメント。食べ腹。食べ腹。食べね食べ腹。フードハラスメント。美味しいですね。美味しい。いやここ本当美味しいっすよ。4軒目に来るとこじゃないですね。いや日本全国でも結構上位っすよ。ここ半端ないなこのお店。モーリーさんないじゃないですか。ごめんなさい。いやいやすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。うどん来た。飲めるうどん来たな。このうどんはなんかどこのうどんなんですか。これは別に関係ない。ごとお前五島うどんってあるやん。忘れた。下五島のうどんなんですか。あれは上五島なんですか。世の中でいう五島うどん、細いやつ。下五島のうどんです。カルビ来た。4軒目です。いった飲むカツ丼。もういかにも飲めそうですね。すごいなこれ。クオリティがやばい。飲むカツ丼いただきます。これはすごいですね。トロトロや。いやマジでうまいこれ。
飲めはせん飲めはしないけど飲めるぐらい、まあ、無限にこうなんていうの入るみたいな感じですね。どんだけお腹がいっぱいでも食べれる。うまっすよ。ちょっと食べてみてください。うまっ。すごい。いやすごいっす。確かに美味しい。お腹いっぱいでも食べれる感じじゃないですか。カルビも最後いただきましょう。濃いから。いや4軒目でも腹パンパンどころかもうお腹 150% 超えてる状態でこれぐらいうまいですからね。こんなんこの時期で美味しい調味料でよっぽど美味しい。いや本当そうよ。こんなん1軒目行ったらもうえらいことです。カツうまいっす。俺がうまいわ。ごとうにゃんこいるじゃないですか。ほい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 でなんで逃げるねん。さあ次はプラネットっていうねバーがおすすめとのことで行きたいと思います。お開いてる？おめっちゃラッキーですね。本当は今日休みだったし逆に開いてる。いいね。今日も濃すぎる一日でした。向田海水浴場というところに来ました。いやちょっともう風が強すぎるんで、なんと今日帰ろうと思ってる僕が乗る手前の1便2便はもう欠航になってて、ちょっと僕が乗るシュレットホイル欠航になってフェリーでね帰らないといけないらしいんです。フェリーだったら行けるらしいんですけど相当揺れそうなんでめっちゃやばいっす。めっちゃ寒い。めっちゃ風強い。すごいプライベート感のあるねプールですね。結構透明度も高いし砂も結構いい感じですね。これ次はねコーヒー屋というところで、これは僕がね一方的にリスペクトしている川口春奈さん YouTuber でもありますよね。もう帰ってきた時は必ず訪れるみたいな場所みたいです。聖地ですね。ちょっとケーキいただこうかな。どれがおすすめなんやろう。うまそう。ここ福江島ですよね。バナナチーズケーキうまそうやな。でも人気って書いてるなショートケーキ。なんかすぐなくなってるから。今日通じて出てるのは一番食べやすいチーズケーキですね。あ、チーズケーキですか。長年。おすすめがこれですか。じゃあチーズケーキにします。はい。こちらのバナナチーズケーキ。これ美味しそうですよね。これ美味しそうやな。バナナチーズケーキをお願いします。はい。じゃあ僕チーズケーキで。はい。あとコーヒー。コーヒーのセットですね。はい。なんか実家に帰ってきたみたいなね、温かさもあるそんな場所ですね。うまそう。初めていただきます。うまい。懐かしさも感じさせるし、こうやって食べたらね、気がついたら隣に川口春奈さんが来るみたいな展開ね、ちょっと期待してるんですけどまだ来ないですね。ということでね、いろんな喫茶店行ってもほぼほぼ川口春奈さんに出会える確率はゼロやと思うんですけど、ここだとゼロではない。毎日通ったらもしかしたら会えるかもしれない。全部の日空いてないと思うんですけど、かなり確率高いんじゃないですか。それよりも僕が YouTube 頑張ってコラボできるようにします。はい、今日の昼は寿司膳にやってまいりました。ここで寿司が入ってきますね。楽しみです。
平日の昼間から平日じゃないか今日は休日です、祝日です。いただきます。毎日最高ですね意外とでもなんか胃もたれしなかったな。そうですね。あんだけ食べたから意外と美味しい焼肉屋だった。いや美味しかったですいや焼肉屋すごいっすね。地元の人しか知らない、正直あそこが一番インパクトありました。カツ丼もすごかったな。一発目に行ったらまたさらに感動すごそうだって。4軒目で感動だったもんな。東京の人が一回連れて行ったらもうあそこが美味しすぎるって言ってからまたそれだけ食べに来たでしょ。いやそれぐらいのレベルですよね本当に。あんな味なかなか食べれないですよね。だって五島牛ですもんね、そりゃ美味しいっす。値段も安くない。あんな味東京で食べたらえらいことですね。またああいう雰囲気もいいしなんかローカル感がすごく。うわすごいわ。これ300円のクオリティじゃない。うわうまそう。これは最高。いただきます。うわめちゃくちゃ分厚い。歯ごたえがすごいわ。新鮮なのもすごい伝わってくるし、これはすごい。これ東京で食べたらとんでもない値段しますね。一口食べたら全然違う。300円の味噌汁と思えないわね。いやほんとそうっすよねこれもクオリティ高いっすね。めっちゃ贅沢。今ねお客さんも言ってました。ネタがプリップリで美味しかった。ほんとそうです。プリップリっすよ。卵もうまいっすね。とろける。来ましたミッキーハウス。ディズニーランド。ここもなんかディープそうな感じですね。楽しみっす。といっぱいでした。ミッキーステーキいいな。後からスタートして寿司食べてステーキがデザートみたいな感じになってますね。そうです。ミッキーステーキそう。ミッキーの形とかはないっすね。ミッキーステーキいただきます。五島牛うまいな。どんどんお客さん来ますね。食べるトレーニングをするみたいですね。本当そうですね。フードファイターみたいな。今回2泊3日でいろいろ食べましたけど1週間分ぐらいは食べた気がしますね。凝縮されました。どこも間違いないところでしたね。ぜひ行ってみてください。はい、行津ヶ崎公園というところにやってきました。ここも初めてですね。で向こう側にねちょっと見えるんですけど菜の花が咲いて綺麗ですね。お海もめっちゃ綺麗やん。これは風がすごい。おおこれはすごい。これは絶景ですね。うわ波がすごい。そりゃこう結構になるわ今日。あららしい。わあテントがある。こんなとこでテント。うわすげえ美しい。しかし荒々しい。この行ヶ崎公園はですね夕日の絶好のスポットでもあり、目の前にあるね立子島という島は年に数回だけ陸続きになるそうですよ。さあ次はですね
この五島列島福江島の地元民が一番美しいんじゃないかと思ってるビーチに行きたいと思います。どれぐらい綺麗なのか楽しみですよね。高崎浜にやってまいりました。素晴らしい美しい港、そして真っ白で綺麗なビーチですね。美しい色やな。風が結構この色なんで絶対いい、とんでもない美しさ。綺麗ですね。グラデーションが素晴らしいですね。ここはなんかやっぱこれから注目されるスポットなんじゃないかなということで、一棟貸しの宿とかもねなんかできてきてるみたいですよ。いやこれは素晴らしいわ。そんなに泳ぎに慣れてない方でもこう海水浴楽しめるようなね、逆に何もなさすぎてすごい。うわー素晴らしいですね。これは美しい。砂もねめっちゃ白いですし、なんせもうここほとんど人いないですからね。それがまた最高。この高崎海岸はですね、夏場には地元の人は海水浴を楽しむ姿がね多く見られるそうですよ。2015年の公開となった映画唇に歌をのロケ地としても話題になったそうです。これは今から人気が出ること間違いないですね。まだ人が少ないうちに行っておきたいところですね。なんとちょうど近くにね宿泊施設があったんで見せてもらいたいと思います。これ一棟貸しで基本やってる感じでちょっとお邪魔します。おおすごい。景色めっちゃいいですね。おお中入るとまた違うでしょ。全然違いますね。うわこれはいいわ。これ大体おいくらぐらいで借りれるんですか？ハイシーズンで16,000円。一人です。一人。びっくりした。人数と連泊で。一人とかだったらどうなるんですか？一人だとハイシーズンで32,000円。この時期だったら22,000円。安いですね。この景色でその値段だったらありですね。ベッドこっちこんな感じで過ごすことができます。最高ですね。ここのインパクトすごいですね。中入ると違うんですよね。いやこれはいいわ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。素晴らしいところでした。また泊まりたいですね。この月丸さん。ここ綺麗。グラデーションが美しい。それではね福江島の旅を終えて福江島のね港の方に向かいたいと思います。その後はね長崎でさらに追加の飲み歩きしたいと思います。ものすごい風ですが、なんとかジェットフォイル最終便かな出るらしくて、それで長崎の方向かいたいと思います。長崎に向かって長崎でまた食を満喫してから明日は壱岐島にですね向かいたいと思います。難しさすら感じる第5便ですね。それが行くことになりました。こんな状況ですね。ギリギリの状況です。これで行きます。一番前取ってくださいました。いやーやっぱり福江島最高でしたね。もう本当前回もグルメの島だなと思ってたけど、今回でもよりそれを思い知らされたような感じです。いやそして無事にジェットフォイルも出て、ね、フェリーで帰ってもなんかとんでもない映像を撮ることも考えたんですけど、やっぱ大人の旅らしく、ね、
安全に快適に帰りましょう。ここか、一番前です。ビジネスクラス的なところで帰ります。めっちゃ快適や。Every day we are making up something new. I don't need a thing now, as long as I have you. Oh, the look in your eyes got me feeling alive, the good life. Oh, the touch of your skin, we can only win. Yeah, that's right. We can live forever, you and I. Keep on driving till the sunrise. We're gonna be alright, just right. I know that we can make it, reach out and take it. We're gonna be alright, just fine. I know that we さあ、長崎着きました、無事に。よかったよかった、無事に着きました。綺麗な夕日を眺めながら着くことができましたね。はい、今回もマリオット拠点に行動したいと思います。ここからね、対馬、壱岐と離島に行きますけども、その拠点とするのは長崎で、このマリオットホテル活用させていただきます。はい、今回はアップグレードしていただき、こんな部屋でした。めっちゃいいっすね。あ、ベッドとこのつながってるんですね。で、浴槽がある感じですね。はい、それではね、ちょっとホテルチェックインして落ち着いたので、飲み歩きの方向かいたいと思います。もうすでにね、始めちゃってるみたいなんで、後から合流したいと思います。はい、このシアン橋を通って今日の目的地行きたいと思います。飲み屋街ですね。最初のね、長崎の食べ歩き動画でここら辺通りましたね。ですね、賑わってますね。今日は祝日ですからね、ちょっと飲みに行く人も多いかもしれません。はい、今日は市倉とでね、お店に行く予定なんですが、あれ見当たらないぞ。どこにあるんや。なんかここちょっと降りていく感じやな。ここかな。すごいな。あ、この辺かな、もしかして。いや、ここじゃない。ありました、ありました。ここですね。めちゃくちゃ奥深くにありました。ここです。長崎でね、五島のものが食べれるというお店に行きます。はい、長崎でもお願いします。お願いします。ちょっと最後ね、おまけみたいな感じで、長崎でも五島が楽しめるところがあるということで、隠れ家スポット紹介していただきます。ここでは五島牛、五島牛とハコフグ。ここでハコフグも、五島牛とハコフグ、まだ僕ハコフグ未体験です。五島ファクトリーで販売している営業ランクの五島牛。ああ、五島ファクトリーで一頭買いして、はい、一頭買いして販売している五島牛が使われているお店ということで、お母さんがうちの神事をしてるの寮の西滝さんの人いるから、サバのソース煮とかやる人、サバのソース煮、ソース煮、そんなんあるんですか。どんな味なの。ソースって熱したら酸が抜けるんで、うまみ成分しか出ない。
サバの煮付けの最後に濃い口が入れるじゃないですか。それにソースを入れて、サンバ飛ばすんで、もう旨味だけしか残らない。漁師飯で、昔その作ってた人が間違えてそのソースを入れたらしかったんですよ。そしたら美味しかったんです。なるほど、普通入れないですもんね。間違いも全てこう成功につながる可能性もあるってことですね。そんなことも教えてくれるんですね。全然いけるよ。全然いけないです。持たれてるんですか？持ってないですか、むしろ。もうだいぶ本当ですか？抜けましたね。後藤ファクトリーで売ってるトマト、箱フグ。開けていいですか？はい。五島だけしかなかったわけだ。そう、いや、五島しかないんじゃないの、こうやって食べるの。これはどうなってるんですか？どれですか？あ、これ。なんか入れてるの？箱フグ自体が味噌を入れてます。ここで合わせた味噌。箱フグそのものじゃないっていう。そうそう、箱フグは身とこの肝。つまみですよね。ちょっと青唐辛子とか入ってるんですよ。そうそう。ちょっとピリッとしますね。小さいのはもう入れないで。美味しい。初めて食べる感じ。味噌ともめちゃ合うな。ご飯には合う感じ。いや、ご飯にも合うし、溶けたみたいです。お酒にもめちゃくちゃ合うな。無限にお酒が飲める味や。やっぱ焼酎や。これは家庭料理なんですか？家庭料理。五島の。五島の家庭料理。とかあるじゃないですか。中も箱も。箱フグはないんや。うちがカットっぽって。カットっぽっていうんですか。毒がない風な。じゃあ昔から食べられてたってことか。子供の頃からもう、お父さんはこれ1個でこう酒を飲む。で子供たちは1個でそれご飯つけて。万能っすねこれ。昔は捨てるような種で煮物薄く作ってます。昔食卓したらもう箱フグと煮干し大根とかの煮しめとひじきと芋の天ぷらとあんさんの味噌汁ご飯。でもその五島とか以外ではなかなか食べれないですよね。五島だけです。五島だけなんですよ。一回僕なんか平戸のお店で箱フグ食べれますみたいなのを見て、まあでも食べなかったんですよ。五島の人はやっぱそういう人出してるじゃないですかね。これが一頭買いの A5 ランク。A5 ランクです。A5 ランクの五島牛。一頭買いしてるからこそ。月に一頭あるかないか。月に一頭あるかないかの A5 ランクの五島牛。うわこれはうまそうですね。もう贅沢中の贅沢みたいな感じですよね。肉の頂点を極めたような五島牛ですき焼きをいただく。素晴らしい。ありがとうございます。本当に皆さんすいません。じゃあいただきます。ドキドキしますね。これはすごい。飲める肉っすねこれ。また出てきましたね。飲めるシリーズ。すごい。いやーうまいな。油がしっかりあるのに嫌な感じじゃないですね。すごい。五島うどんが入ってきました。はいどうぞ。じゃあいただきます。うすぎる。そして五島うどん。うまっ。歯ごたえがいいですよ。コシがすごい。最強セットや。じゃあ明日から壱岐に行くんで、壱岐ゴールドで気合い入れときます。壱岐牛も美味しいんですよ。壱岐牛。壱岐牛。ああ言いますね。壱岐牛食べよう。風味美味しいですね。なんかこう、はい、お茶漬けにサバ、
生節、これも五島の社長、鰹節の手前ですよね。ちょっと手前の生の少し生の燻製みたいな感じですね。ありがとうございます。うまっ。味がしっかりしてるな。なかなかこんな味食べれへんな。濃厚やから濃厚で旨味がすごい。ご飯お願いします。ちょっと取らないといけない。白ご飯だけにする？あ、そうですね。ちょっとおこげ食べれる？2軒目はバーに行きます。クローズドになってるけど貸し切りか。福江島の旅を終えた後は同じ長崎離島の壱岐の島に行ってまいりました。ここもね本当に素晴らしい島で、ちょっと移住してもいいかなっていうぐらい素晴らしい島でした。別動画で公開させていただきますのでぜひご覧ください。そして壱岐の次は同じ長崎離島の対馬に行ってまいりました。こちらは国境の離島ということでまた独特な空気感で一生に一度は行くべき島でした。ぜひこちらも別動画でご覧くださいませ。素晴らしい五島列島の魅力はこの動画で伝わってるのではないかと思いますが、今回の旅をご提供いただきました五島ファクトリーを紹介させてください。長崎駅から12分ほどで行ける五島ファクトリーでは、五島土産の定番商品からまだ知られていない隠れた一品など、目利きバイヤーがえりすぐりした商品を買うことができます。なかなか五島までは行けないという人はぜひ長崎で五島列島に触れてみてください。今後はネットショップでも買えるようになるそうですよ。いかがでしたでしょうか。初めて行った時に特にグルメに感動した五島列島福江島でしたが、地元民におすすめいただいたところはやっぱり最高すぎました。前回の福江島旅行と合わせて見ていただけると完璧です。長崎県は他にも色々と旅しましたが、グルメ最強ですね。長崎旅行の再生リストに長崎の旅行先をまとめてありますので、ぜひ興味ある方はそちらもチェックしてみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったらぜひ皆さんのいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対言えない旅の裏話や近況報告など毎週動画を上げさせていただいております。メンバーも増えておりますのでぜひ皆さんの参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのに気流リュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。気力旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。